皆さんこんにちは。パトチャンネルの須藤です。どうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、出願に必要な外部試験、EJU 日本留学試験や JLPT 日本語能力試験をはじめとした日本語の検定試験と大学の出願の関係についてお話ししたいと思います。はい。ちょっとこれですね、EJU と JLPT 比べたいので、これ、画面2つにカレンダーアップしたので、私ちょっと小さくなります。ちょっと不気味で申し訳ないですけどもね。はい。こんな感じでいいでしょうかね。それでは EJU と JLPT 日本語検定試験との関係と大学出願の関係についてお話ししていきましょう。まずは9月ですよ。はい。こちらご覧ください。皆さんから見た画面の左側ですね。こちらは EJU 日本留学試験で出願ができる大学になっています。そして、これ注意点です。さっきのカレンダーは大学の名前が書いてある日が出願の締め切り日でしたが、今度のこちらのカレンダーは大学の名前が書いてあるその日が大学の試験日になってます。つまり9月にこれだけの試験を実施する大学があるんですね。これが特別選抜入試の特徴で、何度も言う通りですね、他の動画でも説明してますし、機会あればこの次の動画あたりでもう一回説明しようと思ってるんですが、これ注意してください。もうすでに9月でこれだけの試験が実施されるんですね。そして、こちら、皆さんから見て画面の右側が JLPT で出願できる大学になっています。どうでしょうか？ここでお気づきになるかと思いますけれども、同じ大学がEJU の方のカレンダーに出たり、また JLPT の方のカレンダーに出たりしてるんですね。これってどういうことでしょうか？簡単に言いますと、EJU でも JLPT でも出願できますよ。ということで、こちらの EJU と JLPT 両方に同じ名前が出てる大学っていうのは、そういう形で載せています。で、特にですね、9月20日のものづくり大学っていうのがありますね。こちらの方はですね、なんと EJU でも出願できるし、JLPT でも出願できるし、さらには J テストや NAT テストでも出願することができるんですね。ここら辺日本語の検定試験についてはですね、姉妹チャンネルのビューティフルフレンズで安井智美先生が詳しく説明してますので、またここら辺ちょっと出るかな。リンク出ますし、ね、説明の欄のところにでもですね、リンク貼っておきますので、そちらの動画でですね、日本語検定試験、もう結構あって、11とか12、安井先生説明してるんですが、そちらの方でどんな試験か見ていただけたらと思うんですが、日本語の検定試験、日本語能力を証明するのは何も JLPT だけじゃないんですね。で、大学の中にはこのものづくり大学みたいな大学があって、他のテストでも構いませんよっていう出願受付をしている大学がありますので、ぜひこちらの方も調べていただけたらと思います。それ以外にですね、27日の第一工科大学。こちらの方はですね、EJU でも JLPT でも出願できて、さらにはですね、ビジネス日本語を測る BJT なんていう日本語の検定試験でも出願ができるんですね。そして、かと思えばその下にある関東学園大学ですが、こちらの方は EJU も JLPT も必須、必ず受けなきゃいけないってわけじゃないけれども、受けたんなら提出してくれると参考資料にしますよ。みたいな形で出願受付していますので、こういう大学もあるんだってことを覚えておきましょう。そして、これ、見てください。これ同じ名前が載っているのは EJU でも JLPT でも出願できるとお話ししましたが、今 EJU のカレンダーの方赤い字に変わりました。この赤い字に変わった大学は JLPTまたはその他の日本語検定試験では出願できず、必ず EJU が必要になるという大学になっています。そして、こうすると JLPT の方、名前がなくなっちゃったと思うんですけれども、EJU じゃなきゃ出願できないっていう大学はこのように赤字で表示されますが、JLPT じゃなきゃ出願できないっていう大学は9月にはないんですね。ここら辺しっかりと覚えておいてください。
で、これ、次の、よいしょ、10月になるとはっきりします。10月なんて言うといきなり10月4日の土曜日にですね、横浜市立大学っていう国公立大学の試験が行われたりするんですね。この時期にやるってことは、11月の留学試験では出願できない大学になってますが、こちら EJU の大学とこちら JLPT の大学と比べると、両方に名前が載ってる大学確認できると思います。ね。そしてですね、こちらの4日にある東京福祉大学に至っては EJU や JLPT だけでなく J テスト、NAT テスト、JSAT、さらには BJT、JCAT、トップ J、STBJ、JLCT、なんで、もうこれ今全部日本語の検定試験なんですけれども、さっき言った安井先生のね、姉妹チャンネルの動画見ていただけたらと思うんですが、これら、様々な日本語検定試験を、出願の際提出すれば出願受けますよっていう形で、条件として出してますが、さらにですね、日本語の先生が、この学生は JLPT の N2 以上の日本語能力がある、みたいな感じで日本語の先生が推薦状を書けば、その推薦状でも出願書類を受け取ってくれるんですね。こんな大学も中にはあるんです。そして18日の千葉商科大学。これも EJU か JLTT か、さらに J テストを出願の条件としていて、これのどれか受けてれば受付しますよっていう大学です。さらに、その下の愛国学園大学は、同じように EJU か JLPT どちらでもいいですよ。に加えてさらにですね、トップ J なんていう日本語の検定試験も出願条件として認めている大学なんですね。で、最後ですね、こちら、30日の多摩大学なんていうのは、EJU も JLPT も出願条件とはしませんが、もし受験したなら提出してくださいみたいな形で募集要項の方発表してますので、受けた人で点数が高ければ、当然提出した方が合格しやすくなると思いますので、こんな大学もあるんだってことを認識しておきましょう。そして、9月同様ですね、このようにすると、こちら EJU のカレンダーの方の赤くなった文字の大学は EJU しか出願条件として認めてないんですね。この赤い文字の大学は JLPT では出願できない大学になっています。そして先ほどと同じようにですね、やっていきますと、こちら JLPT、赤い文字で残った大学がありますが、この赤い文字で残った大学こそ JLPT しか出願受付で認めないという大学になっています。つまり、この10月5日の精神女子大学と12日の日本福祉大学は JLPT 日本語能力試験を受験しなければ出願できない大学ということになっています。ですので、この2つの大学を受けたい人は EJU ではなく JLPT 日本語能力試験を受けるようにしましょう。と言っても、もう何が言いたいかわかりますね。とりあえずじゃあ次11月行ってみましょう。11月もこのように出てくるんですね。で、何度も言いますけれども、外国人留学生が受験する外国人入試っていうのは、日本人の特別選抜と同じ特別選抜入試になります。で、この特別選抜入試っていうのは実は別名年内入試と呼ばれていて、年内で終わってしまう入試なんですね。ですので、この11月バーッと大学増えてますけれども、この時期にこの入試をやって合否判定をして年内に終わっちゃうっていう、そういう入試制度なんですね。で、何度も言いますが、この11月のカレンダーもこの EJU の方にですね、緑色の大学がありますけれども、この緑色国公立大学は11月の留学試験を受験しても出願できないんですね。6月の試験の結果、つまりこの動画をアップした今日発表された結果で出願しないと、この11月の国公立大学は受験できないんですね。これしっかりと注意してください。で、この11月もですね、11月の1日の城西国際大学なんていうのは EJU でも JLPT でも構わない。どころか他の日本語検定試験、J テストや NAT テスト、BJT、JCAT、JPT といった検定試験でも出願できますよというふうに条件出してますので、そんなところも覚えておきましょう。また、
8日で言うなら、流通経済大学。こちらも EJU か JLPT か、さらには J テスト。どれかを出願条件として提出してくれれば受け付けますよというふうになっています。で、その下の敬愛大学も同じくですね、EJU と JLPT だけじゃなくて、J テストでも出願できるようになっています。で、その下の明海大学は EJU か JLPT か、さらには BJT も出願条件として認めますよというふうになっていて、この大学では EJU なら200以上、JLPT なら N2 以上、BJT なら400以上のスコアがあれば試験免除になるという条件を出しています。そんな大学もあるんですね。で、15日、こちらのオービリン大学も EJU か JLPT、さらには J テスト、JCAT、NAT テスト、JPT といった他の日本語検定試験でも出願できるという形をとっています。また、面白いのはですね、私他の大学でスキル系の大学は JLPT 結構有効だよみたいなお話ししたんですが、この日のですね、東京家政学院大学、こちら珍しいなと思って、これ言ったら失礼ですけれども、この大学は EJU の理系を受けさせるんですね。スキル系にしては珍しいなと思うんですが、こんな具合に EJU が必要な大学なんてのもありますので、しっかりと事前に調べて出願するようにしてください。くどいようですけれども、この大学の名前が書いてあるこの日がこの大学の入試日ですので、出願の締め切り日はこの前でお話しした出願締め切り日カレンダーの方で確認するようにしましょう。よろしいでしょうか。そしてさらにですね、23日の麗澤大学。これも EJU か JLPT か J テストで出願が可能です。また、その下の方にある和光大学もですね、EJU や JLPT だけでなく J テストでも出願が可能というふうになっています。よろしいでしょうか。で、この11月のカレンダーもこのようにすれば、はい、こちら EJU で大学の名前が赤くなった大学はEJU が出願に必ず必要な大学で、JLPT では出願できない大学になっています。そして、こちらの JLPT の赤い方ですね。こちらも EJU 同様、この赤い文字になった大学は JLPT じゃないと出願できない大学になっています。どうですか？わかりますね。JLPT じゃないと出願できない大学ってなった途端にこんだけ減るんですよ。じゃあこっちはっつったら EJU さえ受けてれば全部の大学に出願できるんですね。じゃあ皆さん EJU と JLPT どっちを優先に考えますか？大学入試ではどっちが重要だって思いますって、もうちょっと行きましょうか。はい。今度は12月です。ねえ。12月でこうやってまたね、大学の試験日が並んでますけど、何度も言います。皆さん、外国人留学生が受験する大学入試は、特別選抜と言って、別名、年内入試と言って、本当だったらここでもう入試が終わる、そういう入試なんです。ですので、このカレンダー、12月カレンダー、もうお分かりだと思いますが、17日に第2回日本留学試験、11月の留学試験の結果発表があるんですが、この17日の結果を見てから大学を出願して受験しようと言っても、この日の前まで、つまり今全部説明した大学には出願できないんですね。じゃあ、今説明した大学に出願するには、まさにこの動画をアップした今日、7月23日に発表された6月の留学試験の結果で出願しないと受験できないんです。これ改めて認識してください。何が言いたいのかっていうと、今日の結果を見てですね、もうこれはダメだ。11月頑張ろうじゃないんですね。11月頑張ろうじゃなくて、まずはどっか受けなきゃな。そういうふうに探してください。で、余裕があったら11月頑張る。こういうふうに考えるようにしてくださいって、そこら辺じゃあ今度またね、別の動画で説明しますんで、はい、これまた見ていきましょう。はい。まずですね、12月の7日は JLPT 日本語能力試験の日になってますが、この日と同じ日に入試を実施する大学があるんですね。で、こちら JLPT の方を見ると、JLPT のその当日にはどこも名前書いてないんです。っていうか当たり前ですよね。
JLPT が出願条件になっている大学が JLPT の試験の当日に入試やるわけないんで、こちらは空白ですが、こちらはもう JLPT なんか完全に無視した大学が JLPT のその日、12月7日に試験を実施しています。っていうよりもこれから実施します。で、ここで余計な情報をお話しますと、こちら、作新大学ですね。13日の作新学院大学。こちらの方も EJU か JLPT だけでなくて、NAT テストなんてのも出願資格として認めますよという形をとっています。またその下のですね、神奈川工科大学。こちらは面白くてですね、理系だから EJU かなと思ったら、EJU も JLPT もいらないって言ってるんですね。要は外部試験いらないよ。その代わり、大学の個別試験、独自試験で数学を実施するって言ってきてるんですね。こんな大学も中にはあるんですね。で、また11日の高崎商科大学なんてのは、完全に EJU も JLPT も、その他外部試験いらないで、大学の個別試験、独自試験のみで判断します。ということで、この時期には珍しいですね。平日の水曜日に試験を行う。こんな大学も中にはあります。で、この12月も、色変えてみましょうか。こんな具合です。EJU で赤くなった大学は EJU 日本留学試験しか出願条件として認めないという大学なんですね。で、こちらで赤くなった大学は JLPT しか認めないという大学なんですね。で、消してみればわかる通りですね。JLPT じゃなきゃダメだっていう大学はこれしかないんですよ。ってことは EJU さえ受けてればこっち全部受験できるんですね。いかがでしょうか。で、いよいよ年明けの1月です。こんな具合になってます。ねえ、もう何を買いワンやですので、早速色変えてみましょうか。こちら EJU の方で赤くなった大学は EJU 日本留学試験しか出願を認めないという大学です。で、こちらのありませんね。1月には JLPT 日本語能力試験を受けないと出願できないなんていう大学の試験はないんですね。これ2月も見てみましょうか。2月、下旬にですね、国公立大学の入試が集中してます。で、ご存知の通り国公立大学のほとんどが EJU 日本留学試験を出願の条件にしてますから、JLPT の方なんか出てきません。で、この頃になるとですね、他の動画でも言った通りですね、欠員募集が目的の入試になってきますので、合格者が非常に少ない狭き門の入試なんですね。で、これまた色変えてみますと、こんな具合に、赤になったのが、当たり前といえばそうですけど、EJU 日本留学試験が出願の条件となっている大学です。で、こっち側は、赤がありますけれども、JLPT 日本語能力試験を受けないと出願できない大学になってます。で、これまた消しますと、こんな感じですね。どうですか？ JLPT 日本語能力試験を受けないと出願できないっていう大学は2月には2つほどです。だって3月。もうこの頃は最後の最後です。色を変えます。もうこんな感じです。いかがでしょうか。まずその年内入試についてお話は、ちょっとね、別の機会で細かくですね、お話しようと思うんですけれども、どうですか？今のカレンダー見てお分かりいただけたかと思いますけれども、外国人留学生が受験する大学入試のほとんどが EJU を出願資格として求めているか、あるいは EJU または JLPT、さらには他の日本語検定試験どれでもいいですよと出願資格を出している大学か、あるいは外部試験なんか必要ない、独自試験が必要ですよっていう大学か、それがほとんどなんですね。で、特に EJU しか出願資格として認めないっていう大学の数がかなりあって、JLPT だけで出願しようと考えると、出願できる大学が限られてしまうんですね。特に、これも他の動画で言ってるんですが、日本の有名大学、一流大学、名門大学、さらには一般大学でも人気のある大学は、
ほとんど EJU を受けなければ出願できません。JLPT でも認めますよ。他の日本語検定試験でも認めますよ。と言ったら、普通の大学になってしまうんですね。そこら辺、機会あれば、生々しい話をしたいと思うんですが、これが現実なんですね。じゃあ、今カレンダーで赤くなった、出願するには必ず JLPT 日本語能力試験を受けなきゃいけないっていう大学は、こちら。この5つになるんですね。で、最初に言った通りですね、このカレンダーは2025年7月20日の時点で募集要項が確認できた大学の情報になりますので、まだこれから増えるか、あるいは減ることはないと思うんですけど、可能性はあると思うんですが、この5個の大学だけなんですよ。聖心女子大学、東京農業大学、東京国際大学、日本福祉大学、杉野服飾大学。この5つ以外の大学でしたら EJU を受ければ全ての大学に出願できるんですね。じゃあ皆さんに伺います。大学学部受験しようとしたら EJU 頑張って受けますか？それとも JLPT 頑張って受けてますか？もう答えは明らかだと思います。で、よく言われるのが、JLPT でも出願できるっていうんだったら、JLPT 今のうちに取っといた方がお得だから JLPT 受けて大学行くんだ、なんて考える受験生もいるんですが、そんなこと考えるんだったら、まず大学行きましょうよ。で、大学行ってから勉強して JLPT でも、他の日本語検定試験でも何でもいいですよ。時間あるわけですから、頑張って勉強して受ければいいだけで、今大学を目指すぞとなったら、EJU 日本留学試験を受けるようにしてください。つまり、今月の31日に締め切られる第2回日本留学試験、出願するかしないかは真剣に考えて決めていきましょう。よろしいでしょうか。ということで、何度も繰り返しになりますけれども、これはあくまでも7月20日、2025年7月20日時点での大学の情報ですので、今後ですね、定期的に本当チェックしてですね、このカレンダー改定、バージョンアップしていきますので、よろしければ、チャンネル登録まだの人は、ぜひチャンネル登録をして、通知が来るようにしておいていただけると、カレンダー更新したら通知がいくかと思います。またですね、このカレンダー、今お話ししたカレンダーは全部解説欄、またコメント欄っていうんですか、そこに全部リンク貼って PDF ファイルでダウンロードできるようになってますので、ぜひですね、このカレンダーダウンロードして役立ててください。そして、できるなら、ぜひですね、いろんな留学生にこの情報を広げてください。拡散してください。なんでかと言いますと、私、YouTube のチャンネルだけじゃなくて、ホームページ、サイトも運営してるんですが、そこにですね、時々っていうか、以前はガンガンですが、相談のメールが来るんですね。JLPT を受けました。けど、私が行きたい大学には JLPT では進学できません。なぜですかみたいな連絡が来るんですが、もうそれって、その受験生が勉強不足だったとしかお答えできないんですね。もっと言うならそれを日本人とか日本語学校の先生に言われたんだったら、その日本語学校の先生に抗議してください。知らない先生まだまだいるんですね。もっと言うなら知らない留学生まだまだいるんですね。知らない先生が JLPT 日本語能力試験の N2 以上に合格すれば大学に行けますよ。また、外国人の大学入試を知らない先生が JLPT 日本語能力試験の N2 以上に合格しないと大学には進学なんかできませんよ。なんて言えば留学生信じちゃうんですよ。けどこれ見てわかりますよね。JLPT 受けるくらいだったらEJU 日本留学試験を受ければこの5個の大学以外に全部に出願できるんです。にもかかわらず出願が限られてしまう JLPT 日本語能力試験を受けるっていうのはいかがなものかと思います。またそういう指導してる先生がいたら断固抗議してください。ちゃんとこういう事情分かった上であなたはそういうふうに指導してるのかっていう場合にね。ですので、まだ知らない留学生が誤った情報を信じて入試に失敗しないようですね、皆さんの周りの留学生、またこれから日本に留学しようと考えている皆さんの国の人、同胞、同じ国の留学希望者の皆さんに、ぜひこの動画、このチャンネルを拡散していただいて、この情報を広めていただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
ということで、暑いんですよ。ごめんなさい。クーラーかけると音が入っちゃうんでね。またこう、あっちーって言いながらちょっと説明でちょっと汗こくもね、みっともない格好ですけれども、とりあえず今回の動画はこれくらいにしたいと思います。またこの後ですね、続々と外国人入試に関する情報とか、また、総合科目のね、授業とかもまだ中途半端ですので、引き続きアップしていきたいと思いますので、よろしければ、いいねとかですね、チャンネル登録なんてのもね、お願いできたらと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、またお会いしましょう。グッドラック